前回のエンディングでこんなこと言うてましたね。外の風切り音とロードノイズしかしないね。エンジン音なんかほとんどしない。ロードノイズ気になるね。これロードノイズ対策もしなきゃなんか面白くないね。やってみようか。ロードノイズ対策。てなわけでこんなことしていきます。ここのフロントフェンダーの中のインナーフェンダーこれプラスチックでできていて、これがなんかすごく響くんですよ。これに防音対策をしてみたいと思います。すごい。用意したのは Amazon で売っていた激安制振剤。レジトレックスなどの高級な制振剤に比べると3分の1以下の値段で買えちゃいます。そしてこれまた怪しいエプトシーラ的な吸音シート。これらをインナーフェンダーやタイヤハウスの見えないところに貼っていきます。では車庫に入れてリフトアップします。まずは車庫の中でリフトアップ。ちゃんと馬かけときました。狭くて窮屈ですが、タイヤを外したら一気にばらしちゃいます。このインナーフェンダー、結構いろんなパーツと関係していて、ちょっとめんどくさかったですね。長年にわたって溜まった砂ぼこりとか砂利がすごいですね。洗ってきましたわ。インナーフェンダーの汚れはお風呂場で洗ってきました。ここに制振剤を貼っていくわけです。Amazon ベーシックの制振剤。この上に吸音シートを重ねます。曲面に合わせてちまちま貼っていきます。シートの大きさもバラバラにした方が周波数が分散する気がするような、しないような。とりあえず貼り終わりました。重ねて吸音シートを貼っていきます。薄い紙で型を取って切り抜いていくんですが、もう今日は飽きたので晩酌タイムに入ります。翌日再開します。最後の1枚を貼って完成です。少々いびつなところもありますが、見えない場所なのでノープロブレムです。これが元々の状態のフェンダーの音。こんな音です。そしてフロントエプロンのフレーム。ここに制振剤を貼っていきます。ここに貼ってきます。パーツクリーナーで脱脂します。ドライバーの上で叩いて音を探りながら貼っていきます。フェンダーの裏、フレーム。こんな感じです。この車、フロントフェンダーとドアの間のパネルがないんですよね。貼ったらこんな感じ、音。ドアの方やね。貼ったらこんな感じ。中も。この辺が甘いんだけど、ちょっとワイヤーが出てて張り込めないんだよね。高めのカンカン音が抑えられましたね。こんな感じです。じゃあインナーフェンダー戻していきましょう。関係していたパーツも戻していきます。
施工前の軽い音が重めの音に変わりました。リフトダウンして、いざ市場に出かけましょう。なんか静かになったかも。走り始めて1キロも走ってないけど、なんか違いがわかるね。ついこの間までマフラー音がほとんどの音占めてたけど、なんか変わった。一定条件で音量を測るためにギアをニュートラルにします。ニュートラルで惰性で走って測定します。この信号から60キロ、現在60キロ。はい、60キロ。ここまで。この区間ではあまり数字に差が出ませんね。そこのカーブを抜けたら60キロという位置で測定します。それでは次の区間。ギアニュートラルします。はい、ここまで。少し低くなっているようですが、それほどは変化が数字に出ないですね。どうしても鋭い突き上げはそんなに変わらないような気がするね。次は大きい段差を乗り越える時の音を繰り返して聞き比べてみます。どうでしょうか。なんか前のタイヤがこう遠くに行った感じ。鋭い突き上げはなんかタイヤノイズとはまた違うところで鳴ってる気がしますね。それよりも気になってきたことがありました。もうなんか20年以上乗ってる車だから内装のきしみの方がなんか気になるね。確かにデッドニングの効果は感じられるんですが、こんなん今まで聞こえなかったんだけどな、内装のきしみなんて。それだけロードノイズが減ったってことですかね。気になりだしたらキリがないですね。音が遠くに行っちゃったような感じ。いや、これ普段ブンブンうるさい車ばっかり乗ってると、静かにすると車酔いするね。なんか車酔いしてきた。もう30年もうるさい車乗ってるからあれだね。静かな車酔いするね。少なくとも今回のロードノイズ対策、効果のほどは私マエストロを車酔いさせる静音効果があったようです。いつになってもジェントルな大人にはなれないようですね。それではまた。